群れをなす炎、ひねずみ。やっぱり見るのはみんな目なので、見てる人を殺すかみたいな。どういう色を使えば伝わっていくのか、画面に出ていくのかを考えるのが僕らの仕事。いかに絵として落とし込む、そこのコンセプトは外せない。劇場版もののけアニメーションキャラクターデザイン創作監督の高橋由紀と申します。アニメーションキャラクターデザインというのは元からあるそのキャラクターデザイン、今回漫画家の永田聖子さんがご担当されてるんですけれども、アニメーションする時にやっぱり頭身を合わせたりとか、あと表情の追加、一番大切なのは不特定多数のアニメーターの方たちが描かれるので、その人たちに描きやすいようにカスタマイズした絵を提供するというのがアニメーションキャラクターデザインですね。アニメの作業はアニメーターさんがいっぱい関わりますので、その方たちから上がってきた原画にアニメーションのその絵としての統一感を出すために修正を入れさせていただく作業ですね。総カットは2600カットです。カラカスはいっぱい描かせていただきました。監督リクエストが結構あったりとかしますので、なんかお任せしたいですって言っていただけるっていうのはあって、そこはやらさせていただいてますね。実際の、原画はこんな感じ。原画作感修正ですね。でこれに、今総作感修正を入れてる感じです。やっぱりキャラクターが短美なので、あまり短美な作品ってあんまりやってこなかったので、他の作品に比べてちょっとチャレンジングなところでしたね。あとキャラクターも女性が多いっていうのもあって、大奥が舞台なので、今までそんなにいっぱい女性を描いてきたって感じでもないので、そこはすごくやりがいがありましたね。お前はしがない薬屋です。薬売りは男性なんですけど、一番美形っていうそういったニュアンスを含んでますので、それこそ一番美形に描いてるのは薬売りですね。目線をどれだけ見てる人を殺すかみたいなそういった形で描いてますね。やっぱり見るのはみんな目なので、目には力をちょっと入れないと完成しないですね。表情の裏で笑ってなくてもちょっと笑ったような口をしたりとか目をしたりとか、そういった繊細な心をどれだけその線で表現するかっていう、表情はないわけじゃないんですよね。めちゃくちゃ豊かではあるんですけれども、表情に出さないのを描かないといけないので。辻田邦夫と申します。色彩設計を担当しております。どうぞよろしくお願いします。色を作る、色を考える、色を整理する仕事というふうにざっくり言うとそういうことなんですけど、もののけですと薬売りだったりとか、あとは今回出てくるいろんな女中さんとかで、そういうキャラクターの色を決めていく仕事です。こんな感じで塗り分け、もうこんだけ複雑なんで、塗ってくれる人たちの手元に行くのは色がついてない線だけなんで、それを実はこういう絵でこういう塗り分けになりますっていうことを説明しているのが彩色の設定になります。色指定表っていうやつなんですね。でこれを元にその線だけで描かれてる作画に色をつけて画面の素材を作ってもらうわけです。あとは小道具ですね。あるいは一つ一つ設定になってないものとかっていうのが出てくるものを、その画面の中で必要に応じて色を作って調整していく。例えばこの作品ですと水っていうのがすごく出てくるんですよ。その水をどういうふうに見せるか。透明に透けた感じに見せる時もあるし、ベタ塗りで透けない感じで見せることもある。そういうことを場面とか状況に応じて調整したりとかコントロールしていくっていうのが僕の仕事です。一番大きな違いというのはシーンごとの色を作らないっていうことなんですよ。例えば夜のシーンですと、普通のアニメの場合は夜の色、夕方ですと夕方の色、シーン色っていうふうに僕らは言ってるんですけど、もののけは一切それをやらないんですよ。昼間であっても夜であっても背景の色合いは変わるんですけど、明るさは変えない、浮世絵ライクというか絵の世界を作っていく、それがたまたま動いているようなということを考えてやってます。今回の作品のもう一つのそのポイントとしては、キャラクターに影をつけない、作画の影をつけないということも重要なんですね。例えば普通ですとこちらから光が当たってる、そうするとこう
反対側に影を作るとかっていうことをやるんですけど、作画の影によって立体を作るっていうことは一切しないというのが基本になっています。これも浮世絵の雰囲気っていうんですかね。普通だったら作画で影がつきますから、例えば肌の影色は何っていうもう一個影の色の指定がつくんですけど、もう一切そういうのがないです。浮世絵って基本的にあんま影つけたりしないじゃないですか。キャラの形なり芝居で見せていくっていうことなんで、それを非常に徹底してやってました。あとは中老さんたちの爪の色っていうのをそれぞれ考えた時に、中老さんたちは派手でいいだろうっていうことと、一章の時には不幸になる人たちの爪は赤系がいいかなと思って、勝手なこだわりで地形の色の爪にしてましたね。で、あと下級の女中さんたちは色をあんまり強く入れない、普通の爪のままでいるみたいな感じの考え方にしてました。だからある程度お化粧をして着飾って位曲がっていった人たちは爪にも入れるけど、その下の方の女中さんたちは入れないっていう考え方です。あとは輪郭線ですね。普通のアニメだと大抵黒だったりとかするんですけど、今回はブルーを使いました。でこれは浮世絵で使ってる青っていうのがあって、監督の仲間たちと、これはやっぱりこの青を使うのが一番それっぽく見えてくるんじゃないか、均質にならないような感じの処理も入れて、色と画面処理とで合わせてもののけの世界観、画面を作り上げようという考え方です。劇場版もののけのビジュアルディレクターを担当しております千髄と申します。ビジュアルディレクターっていうのもちょっともののけの中で特別についた役職で、通常のアニメーションであるわけではないんですけども、で画面全体の雰囲気を設計したり整えたりというのが一番大きい仕事です。浮世絵とかをやっぱ参考にしてる部分もあって、版画ですからね、印刷してかすれとかムラが出たりとか、そういうような感じを線にも少し入れた方が馴染みがいいんじゃないかっていうところもありまして、線の太さ、線の質感っていうのも含めて作りっていうところから最初はスタートして、今ちょっと全部外した状態で、これが普通のアニメのセルっぽい状態だと思うんですけど、でこれに対して一回線を消しちゃうんです。線を外した状態で上からまた線を乗せるんですけど、でこの線に対してエフェクトをかけてあげることで抑揚を出したりかすれてたりちゃんと出てたりとかっていうのを出しやすくなる。でこれに対して今度はテクスチャーを乗せます。キャラクターには今3枚テクスチャーを乗せているので、ありなしっていう感じですよね。単純になっちゃうんですね。1枚のテクスチャーだけだともっと複雑さが欲しかったので、それでいて紙の透け感みたいのも出せればいいかなっていうので、今最終的にこの形に落ち着いてますけど、いろんなパターンを試してやっとここに来たっていう感じですね。これがキャラクターですけれども、背景は背景でまた別個に処理をしてまして、この背景に対して背景はテクスチャー5枚使ってるんですけど、こうやった感じで5種類のテクスチャーを重ねると、そうするとちょっと古びた感じに、元はこういう状態ですけど、これは例えば CG とかから上がってきた状態はこの状態で、それに対してテクスチャーを乗せるとこういう形で少し古びた感じになるんで、あとはこのカットに合わせてちょっとこれ濃すぎるなっつったらちょっと薄くするとか、あと位置をちょっと動かしたりとか、これを言ってみればワンカットずつ全部全てのカットでやるっていうことになりますね。見ていただくと分かるんですけど、キャラクターと背景とは別々のテクスチャーを重ねてるんですね。背景とキャラクター同じものを重ねちゃうと、キャラクターが背景に溶け込みすぎちゃって浮かんでこないというか、なのでキャラはキャラとしてやっぱり前に出したいので、背景とはテクスチャーを変えてる。キャラクターの方がテクスチャー少なめで割とフラットなテクスチャーにしてるという。でこの画面全体で雰囲気が整ったところで、最後に今度は紙のシワのテクスチャーですね。これを載せてます。これ全部でキャラクターと背景を出して9枚のテクスチャーを使って構成してますね。階層雲、あれもデザインが上がってきて、あれをどういうふうに動かすかっていうのは僕の方で全部決めてやってます。雲が動くルールを全部決めてあるんですよ。例えば両側にある雲は必ずセンターに寄ってくるとか、背景ですね、その空に浮かんでる雲っていうのは世界では必ず右から左に動くんです。左から右に動く雲はないっていう。基本的にはやっぱこれは絵であるっていう、そこのコンセプトは外せないなと僕はちょっと思ってたので、
こう過剰な立体感っていうよりはいかに絵として落とし込むかみたいな。だから全体的にエフェクトを考える時とかもなるべく平面にするっていうんですかね。あえて立体的にしない。ならないようにするというか、やっぱりちょっともののけは演出含めてかなり通常とは違う、すごく芝居がかってたりとか大胆な切り取り方をしたりとかって一般的な映像感覚の効果とかを持ち込んじゃうとちょっと合わないかなっていうふうに、そうならないようにちょっといつも考えてるところではありますかね。今度は一体何用だ。もののけはお主が先月払ったのだろう。ええ、一つはラストのバトルシーンですよね。これもまた一章とはまた全然違ったバトルが繰り広げられてますので、これ僕も最初完成品を見た時に本当びっくりしましたけど、その辺を楽しんでいただきたいなと思いますね。後半の薬売るともののけの一騎打ちのシーンがやっぱり一番見ものかなと。アクションがすごいのでぜひ見てみてください。ここを見てほしいっていうよりも、全部見てほしいんで一回ご覧になった時だと圧倒されて流されて分かんないかもわからないんですけど、改めて2度3度とか見ていただけると、あ、こんな細かいことやってるんだとか、こういう約束事を芝居の中で作ってっていうのがいっぱい見えてると思うんで、そんな感じで見ていただけるといいかなと思います。お前たちの母はいずこに。許せない。その情念帰れ。